お昼に聞くにはちょっと引っかかる話なのだ。薬に 100% って数字が耳に残るのだ。それ、払う側の負担が先に浮かぶわね。狙いはわかるけれど、かなり乱暴にも見えるわ。ずんだもん先輩、今日の入り口ちょい重いじゃん。でも気になる流れだよね。いきなり全部 100% じゃなくて、最初の2年は関税ゼロにしてるのが変わりどころなのだ。ジェネリックって同じ成分で安めに出る薬よね。そこに 100% は重いわ。学校で言うと、準備期間は長いのに、期限までに動かなきゃダメって感じじゃん。そうなのだ。アメリカ国内で工場や施設を建ててほしいという考えなのだ。関税は輸入するものに上乗せされる税よ。結局買う人の支払いに乗りやすいのが重いわ。処方される薬のほとんどが対象なら、使う人が気づく場面も多そうじゃん。その通りなのだ。アメリカでは処方薬の大半がジェネリックなのだ。だから工場を国内にだけじゃなくて、薬代はどうなるのまでつながるのね。しかも作らない会社には罰則まであるとされているのだ。圧がすごいじゃん。柔らかくお願いって感じではないよね。政権の中でも1年以上話されていたらしいわ。迷ってこの形にしたなら余計に注目ね。短く見えても薬って止めにくいものなのだ。途中で方針が変わると現場も困りそうなのだ。薬が届くのを待つ人からしたら予定が動くのは困るよね。そこよ。国内で作る流れはわかるけれど、利用者の負担が先に増えないかみたいわ。みんなはこういう国内で作ってほしい話どう受け止めるのだ？作る側の都合と使う側の値段、どっちも見ないとダメだよね。次はお金が動く方のニュースなのだ。東京の株が朝から元気なのだ。半導体関連ってスマホとかパソコンの中身を作るところよね。そこに買いが集まるのはわかるわ。先週かなり下がった分を一旦買い直してる感じじゃん。反発、リバウンドって呼びたくなる上がり方ね。ニューヨークでハイテク株が上がってその流れが東京にも来たのだ。昼の時点で前の日より1200円ちょい上なんだよね。数字だけ見るとびっくりじゃん。勢いはあるけれど、イラン情勢への警戒も残っているのね。だから上がった分を一旦確かめるように売る動きも出ているのだ。利益確定って持ってる株を売って儲けを手元に置くことよ。上がった日ほど出やすいわ。上がりっぱなしじゃないの。教室の空気みたいでわかるじゃん。市場って一つの材料だけじゃ動かないのだ。いい話と怖い話が同時に来るのだ。株価はその日に実際に売買がついた値段よ。注文しただけの値段とは分けてみるのね。なるほど。見た目は同じでも中身が違うやつじゃん。今日は半導体が目立つけれど他の銘柄まで広がるかは気になるのだ。みんなならこういう日ってまだ上がると見る？それとも一旦休むと見るかしら？アンシは勢いの次にどこで止まるかを見ちゃうよね。次は会社の情報が気になるニュースなのだ。日霊が漏洩の可能性がある人に連絡しているのだ。まだ件数や中身は出していないので、可能性がある段階でも知らせるのは早めでいいわ。こういうのって後から知るより先に聞きたいじゃん。サイバー攻撃で冷凍倉庫からの出庫や冷凍食品の出荷に影響が出ていたのだ。ネットから会社に入って仕事を止めるやつね。食品の流れが止まるとかなり困るわ。冷凍食品って止まると売り場にも並ばなくなるかもしれないじゃん。21日夜には犯行声明を出したとされているのだ。その手の声明は出たから終わりではないけれど、会社が無視できるものでもないわね。会社は警察や関係機関と相談して対応しているのだ。今週中に全部の拠点を戻したい考えなのだ。もう順番に再開はしてるんだ。まずは止まった仕事を戻すのが大事だよね。通知が来たら知らないリンクを押さないことね。公式の案内だけ見る方が安心だわ。個人情報って名前や連絡先みたいに後で悪用されると困るものなのだ。そういうのいつ
つものメールと見分けにくい時あるじゃん。だからこそ、少しでも変だと思ったら立ち止まるのが大事よ。全体が見えていないからこそ落ち着いて確認したいのだ。無事に戻ってくれるのを待ちたいよね。ここでさっきの株の話につながる豆知識なのだ。株価って実際に売買が成立した値段のことなのだ。注文した値段とは違うのね。そこ、なんとなく同じだと思ってたわ。そうなのだ。まだ売買がついていない希望の値段は手配値って分けて呼ぶのだ。へ、同じ画面に出てても役目が違うんだね。あと、その日の最初が始めね、最後が終わりね。一番高いのが高値、一番安いのが安値なのだ。名前が分かれると、一日の動きが見やすいわね。だからグラフで波みたいに見ることが多いのだ。数字だけ並べるより分かりやすいのだ。教科書よりグラフの方が頭に入りやすいの。ちょっとわかるじゃん。今日は薬の値段も株の動きも会社の情報の守り方も暮らしに近い話だったのだ。気になったところがあったなら、高評価を押してくれると見返しやすいわよ。概要欄にリンクもあるから、気になった話はそこから見てみて。また次回も一緒に見てほしいのだ。